さあ、今日はですね、2年前かな、3年前かな、サンガの方で、お話をしました。悟りのプロセスという、お話をちょっとしようかなと思って見ているんですけども。はい。こんなんでお付き合いください。もう知ってる人はね、もうサンガのアーカイブで散々見ている内容かと思いますけども、はい。サンガ以外の方にね、ちょっと一部ご紹介したいなと思ってます。はい。気づきとか悟りとか、アセンションとか、そういう言葉って、精神世界でよく飛び交うじゃないですか。で、それに関してのご質問ってのいっぱいいただくんですよ。気づきと悟りって同じことですかって、それってアセンションのことですよね、だとか。あるいは、その悟りっていうのは、プロセスがあるんでしょうかと。それとも、いきなりドーンと来るもんなんでしょうかと。で、そういうご質問いっぱいいただくんですよ。で、ここら辺をちょっと詳しくやりたいなと思うんですけども、サンガの方でもこれだいぶ話が進んでからの資料なので、ついて来れる方がどれぐらいいらっしゃるかなと思うんですけども、基本的にはYouTube でも以前お話ししたことのある、物質の相転移というお話の続きみたいな感じなんですよ。そこら辺のアーカイブ YouTube でもご覧いただけてる方がいらっしゃればついていけるかなとも思うんですけども、どうぞよろしくお願いします。はい。この気づきと悟りって、そういうの何なんですかって、聞かれることが基本的に多いので、まず僕の方として皆さんにお伝えしている説明がこちらなんですよ。気づきでも悟りでも、それらっていうのは、僕らがこうして認識している現象に対しての理解の違いですというふうにお話ししているんですね。はい。それがどういうことなのかっていうのをちょっと詳しくやっていきたいと思います。はい。以前、物質の相転移って、これやったの覚えてます？以前は手書きでね、ホワイトボード出してやってましたけど、サンガではちゃんと資料作ってね、見やすくしようということで、これ覚えてる？固体、液体、気体、プラズマって、例えば H2O っていう物質をとっても、エンタルピー、その熱含量によって、熱が含まれているその量によって、層と言われるね、状態の変化が現れますっていう話だったんですけど、皆さんこれ覚えていらっしゃいますでしょうか？はい。で、これは物質の相転移の話をしているんですけども、今日はですね、見えない世界、我々の意識や精神というものも、全く同じような構造になっていますよっていうところなんですよ。以前 YouTube で話したのもそういう意味合いだったと思うんですけどもね。はい。で、個体っていうのは、もう、一つ二つと数えられる世界ですよね。氷が一つ二つって。そしてその氷一つ一つにも、個性が見えてという世界です。はい。それが液体になってしまうと、もう、別々だった氷もね、例えばその器の中で一緒になっていると、一つの同じものにね、なってしまうわけですよ。溶けて一緒になってしまう。で、数えられない状態になるわけですね。でも一応、例えばコップに分けてとかっていうふうに液体もまだまだ分けることができる世界ではあるけども、固体よりも、僕たちって一つの同じものだよね、同じ性質のものだよねっていうことが理解できるような状態になりますと。で、気体っていうのは、この今、ね、室内や、屋外にも、その湿度と言われる部分でね、この H2 は漂っているわけです。ただあまりにもその粒子が小さくて肉眼で捉えることができないっていうようなことになってくるわけですよね。目に見える水蒸気もありますけども、ここら辺に目に見えない H2O がたくさんあるわけです。それが気体ですね。はい。で、さらにこれが、電離した状態、分子と原子がこうバラバラになってっていうイオン化していくと、
プラズマという状態になっていくわけですよね。はい。なんだけども、結局 H2O は H2O で、まあ、質としては同じものじゃないと。同じものなのにもかかわらず、こんなに違って見えるっていう、ものなんですよね。はい。それを、サンガでは、僕は、老子道徳教、タオの世界観と、仏教をベースに、お話をしているんですけども、はい。この固体、液体、気体、プラズマ。はい。これをですね、この4層をタオではですね、教、妙、玄、玄のまた玄という言い方をするんですよ。で、それぞれ、僕たちが、この生涯において、監督し得る意識状態なんですけども、一般的にはほとんどの人は、この意識が固体化しちゃった。要は私と私以外があるっていう意識が氷になったそうですね。だから私、何々さん、何々さんというふうに意識も別でカウントしてしまう。そういう、氷のような意識状態になっているわけです。はい。で、そこで感じられる世界観、そして、いわゆるそのワンネスっていうものが理解できる液体の世界観、そして、これはもうノンデュアリティですね。私すらいないということが分かってくる気体、弦の世界、そしてそれをさらに超えた、いわゆる最終下脱までいった、弦のまた弦というその意識状態がありますよと。で、このエンタルピーというのは、物質におけるその熱含量で、この層が異なりますよって話してましたけど、この熱を精神に置き換えるとですね、愛っていうことになるんですよ。愛の含有量の多いか少ないか、それによって僕たちの意識状態は変化しますということなんですね。で、それぞれの世界でですね、感じられる世界観が変わってしまうんですよ。で、一般的に私がいるっていうこの今日の、意識状態ですと、私がいるものですから全てが、自力、努力っていう世界になっていくんですね。そして、そこで感じられる世界の法則性っていうのは、原因と結果の法則で成り立っているように見える世界なんです。確かにそういうふうに取ろうと思えば、取れますもんね。はい。で、原因と結果があって、自力、努力の世界ですから、そこではですね、因果応報っていう感覚が、うわーっと押し寄せてきちゃうわけです。はい。私が何かをしなければ大変なことになる。何もしなかったら、お金の問題が、人間関係の問題が、健康状態の問題があって、あれをやって、これはやらないようにして、という、緊張をして、そして深刻になっていってしまう、感覚になるんですよ。で、この意識状態の時の、特徴として、多くは過去に引きずられている意識状態です。はい。過去がものすごく比重が高い、感覚になっていきます。で、ここっていうのは、さっき言ってたエンタルピーに変わる、その、愛の含量っていうのが一番低い世界ですから、分離はしているわ、恐れは伴うわ、だけども、私がいて、なんとかこの私を守らなきゃいけないということでですね、この、現象に対して関わろうとする意図が強く働いていくんですね。一方、ここで愛というものが、理解できて、あるいはその愛というものを浴びてですね、あれということで、少しこの意識の層がですね、氷が溶けて、液体の方に移り変わっていくと、妙の世界、そこが感じられるようになってくるんです。そこで初めて、いわゆる、世の中を動かしている原理がですね、あれ原因と結果ってそれだけでは、どうも、釈然としないぞということが分かってくるんです。例えば、
棚からぼた餅みたいなこととかありますもんね。そして、先日お正月は子供たちね、多くお年玉を受け取った子も多いと思うんですけども、それって労働の対価でもないし、なんかご褒美でもないし、単純に、正月が来たというだけで、何らか収入が得られたわけですよ。それって原因と結果の法則なんだろうかみたいなことで、私の、自力、努力と関係なしにそれはね、プレゼントが届いているじゃないかってことが分かってくるわけです。で、そうすると、ね、私が何とかしなきゃ、努力しなきゃっていうところから、あれあれって、おかげさまっていうことがあり得るぞ。っていうことで、そこで感謝が湧くっていうことが出てくるわけですね。で、そして、その原因と結果の法則、因果応報っていうガチガチの緊張感から少し抜けているんで、世界の法則も変わって感じてくるんですよ。そこで、人々が言い出すのが、この引き寄せの法則という感覚なんです。はい。で、ここでは、緊張深刻だったんだけど、解けて、みんなと一緒だったねっていうことで、その緊張は解けて、深刻さもちょっと解けていっているわけですね。はい。で、引き寄せの法則が言うところの思考が現実化するっていうことも、少し見えてくる状態になってくるわけです。はい。そして、この妙の、世界のですね、特徴は、今日の世界では、過去にとらわれた意識状態だというお話をしましたけども、この妙の